こんにちは、たかしです。本日は10月8日土曜日、週末ですので、来週10日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足なんですが、最初に少しだけお知らせをさせてください。10月31日までの期間限定で、広瀬通商さんとのタイアップ企画っていうのをやっております。概要欄の URL から口座開設をいただきますと、最大55,000円のキャッシュバックキャンペーンっていうのをしておりますので、これはやらない手はないなということで、僕個人も早速口座開設をしました。口座開設とトレードだけで55,000円もらえるのなら、これはやらない方が損かなと思いますので、もしよければ概要欄からご登録をお願いします。ということで本題です。まずは週足から見ていきましょう。まず週足、ここエリオット波動の5波をイメージしておりました。それが今修正波が終わったのかなとは思っているんですが、まだ下落する可能性もあるんですが、今ちょっと分かりにくいなというそんな印象です。今週の週足は大きな上髭の陰線となっております。実体がほぼありませんので、行ってこいで戻されているのが分かりますね。この先週からの強い上昇で、そして今週もそれに引き継いで上昇したんですが、それが全戻しとなっているということは、やはり上値も重い、ただ下値も硬いというところで、大きくはここでのレンジになってくるのかなという印象ですけれども、再びここまで下落してくるのかというと、ちょっとそれが怪しいなと思ってます。ストキャスティクスは今上を向いてきております。ただこれは先週の強い上昇で上を向いてきているだけですので、MACD がちょっとなんとも怪しいんですね。まだ下を向いてるんです。ダイバージェンスがずっと起こってまして、そこからの大きな下落だったんですが、それがまだ解消されていませんので、もう一段安という可能性もあるんですが、今はここで長い下髭もつけてますし、そして今週は長い上髭もつけてますので、この今週の上髭、先週の下髭というところでのレンジ、そこが意識されてくるポイントになってきます。ただかなり値幅がありますので、ここから大きく下げる可能性もありますし、また今週の高値を目指して上昇する可能性もあるんですが、今は GMMA 付近というところで一旦の反発に期待したいところですね。で、週足を見てますと、この辺、もみ合いになっているのがわかりますか？今の価格帯ぐらいがもみ合いの下限付近になってきますので、ここで GMMA にサポートされて上昇するなら、再び高値を目指すでしょうけれども、今のこの上値の重さを見ると、ここでもうしばらくもみ合う。そしてそこからの上に行くのか下に行くのかという感じで、もうしばらくこの赤のボックスの中かなと。価格が155円ぐらいからこの最高値169円ぐらいまでの間でのもみ合い、レンジになってくるのかなというそんな印象です。ただやはりマクディが弱いので上値は重いので、しばらくここでマクディのモメンタムの減少が起こってからの上昇になるのかなというそんな感じがしますので、今マクディモメンタムがちょっと減ってきているのがわかりますよね。この下落の強いモメンタムが少しずつ減少に向かってますので、これが減少する頃が反発の兆しが出てくる頃なのかなと。そう思うともうしばらくここでのもみ合いになってくる、そんな印象を持ってます。では日足です。先ほどの週足のボックス、この赤のボックスですね。この大きな枠のものです。そしてこの太いラインっていうのは月足に引いたラインなんですが、今この辺付近が過去のレジスタンスライン、そして今現在ではサポートラインになっているのがわかります。今回ちょっとここは突き抜けてますが、結果的にはこれは V 字で回復してきてますので、ここの部分は全部下髭というそんな認識になるんですね。なのでこの月足のラインっていうのが大きいなと。そしてここも月足のラインなんですね。なので今はこの大きな月足のこのゾーンっていうのかな、この辺をどちらに抜けるかっていうもみ合いの期間に入ってます。ただこの過去のもみ合い、ここも結構長くもみ合いがあったんですが、そのもみ合いと似たような期間、今もうすでにもみ合ってきてますので、そろそろどちらかに抜けるのかなという感じ。ただそろそろって言っても来週再来週というスパンではなくて、もうあと1ヶ月ぐらいは揉み合う可能性はあるんですが、11月ぐらいからは方向性が出てくるのかなというそんな印象も持ってますので、今はまだもう少しここでレンジになる可能性を考えてトレードをしていくのがいいのかなと思ってます。そしてこの白のボックスですね、この中で今動いてます。で、大きなボックスの中のさらに白のボックスで動いてまして、その今下限付近に来ております。GMMA は昨日少し割ってきているんですが、ここから跳ね返されるかどうかですね。今この辺っていうのは
反発ポイントになってきますので、そろそろ反発してもおかしくないというところです。ただ、ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきておりますので、まだ下落する可能性もあるんですが、来週週明けですね、月曜日は一旦の上昇をするんじゃないのかなと考えております。この強い上昇に対して今調整の下落があって、一旦の上昇、その上昇がここを超えてこられるかですね。ここを超えてくるとここでもう一段上昇になってきますが、ここを超えられないとなるとさらに下落ということで、この白のボックス加減160円ぐらいを目指して下落する可能性があるのかなと。今はストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしてきておりまして、過去のこのクロスの時もここ大きな下落になってますので、今回も大きく下落する可能性があるんですけれども、ちょっとそれは怪しいのかなと個人的には思ってますので、まだ下落する可能性は残しているんですが、一旦はこの白ボックス加減160円ぐらいのところで反発が起こる。で、そこでの反発がどうなるかですね。反発が弱いようですと、やはりこの安値を目指して下落する可能性もあるんですけれども、ここは今度硬くなってきますので、次2番底を作る動きになるのかというイメージですね。なので、冷やし単位では今ストキャスティクスはデッドクロスしてきてますが、そろそろ反発のポイントに入ってくる。その反発が強いかどうかで、このストキャスティクスが再び上を向けるかどうかというところです。で、反発が弱いと、このストキャスティクスがまだ下げていきますので、今下落の初動ですので、そうなると、ここからの一旦反発後の大きく下落っていう可能性もありますが、今はここでどのくらい反発できるかっていうところで、今は反発ポイントに注意しながら、来週前半は戻り売りで戦っていくのがいいのかなと。ただここは反発ポイントですので、押し目買いというよりは、やはりこの下落に対する戻り売りが入ってくるでしょうし、前半は戻り売りですね。そしてここで値固めをできるようですと、そこからの押し目買いで中期的に上昇を狙っていくっていうことも可能かもしれません。では4時間足です。ここ前回緑丸をしていたところなんですが、今その辺付近で下げ渋ってますね。ただ、今この陰線の数がね、ちょっと増えてきているのが気になりますので、もう一段安もあるんじゃないのかなと見ております。それが160円付近ですね。この紫のライン、価格がね、159.5 付近なので、160円ちょっと割ってくる可能性があるんですが、ここが今1時間足の目線切り替えポイントです。で、この安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% のこのオレンジのライン、これが 159.190 というラインなんですが、この辺、ここが今1時間足の目線切り替えポイントと近いですので、一旦はこの辺までの下落っていうのはあり得るのかなと。今この白のゾーン、2つのこの日本のね、白のゾーンで囲まれたところにいるので、ここはレンジになる可能性があるので、今ちょうど白のゾーンの下限付近にいますので、ここからのショートエントリーは優位性がありませんので、上がったところを打っていくっていうのならいいんですが、今ここからショートエントリーをすると、このレンジの下限になりますので、逆にこの次はレンジ上限まで上がってくる可能性もあります。ただ、ローソク足陰線がちょっと多いので、もう一段安っていうのも考えられますので、この白のゾーンを明確に下抜ければ、そこを背に戻り売りで、この160円か159円台ですね、その辺ぐらいまで売っていくことは可能なのかなと。で、ここでは次はまた反発を考えていく。で、ここで反発しなければもう一段安。で、次はここですね。157円ぐらいまでの下落が考えられますので、その辺を短く取っていく。ただ、週足ではここに GMMA が通ってまして、週足は上昇トレンド中ですので、強めの反発が入ってくる可能性もありますので、ショートエントリーするときは必ず戻ったところを売っていくというやり方がいいと思います。そして4時間足、ストキャスティクス安値圏に入ってきてますね。MACD の下落モメンタムも少し消えかけてきてますので、もう一段安したところでは、そこは買い場になってくると思いますし、もしかしてここで値固めをするようですと、ここからの上昇になっていく可能性がありますので、今のこの緑丸付近で値固めをされるようですと、そこから上昇を狙っていける。そして紫ラインぐらいまで160円から159円台ぐらいのところで値固めをするようですと、そこでも押し目買いが中期的に狙っていける、そんなところになってくるのかなと。そして週明け短く狙っていくのなら戻り売りですね。4時間足の GMMA も少し怪しくなってきてます。今この上向きになっていたのが横向きになりかけてますので、ただこれが反転してまた下落に向かうにはおそらく1週間近くはかかってきますので、その間にここで値固めして上昇するっていうことも考えられますので、ちょっとこの GMMA は何とも言えない。つまり今4時間足は方向感を失っている状態なんですね。日足の GMMA も方向感がありませんので、今は分かりにくい。ただ週足は今 GMMA 付近で上を向きそうというところで、ここから押し目買い
も入りそうなポイントではあります。となると次は1時間足のトレンドに乗っていくのが一番わかりやすいかなと思いますので、今は4時間足では先ほど言った感じ、ここかもしくはこの辺で値固めをするようなら中期的には買っていける。で、今の現在地を下抜けてくると次のポイントと短くショートで狙っていくことは可能だと思いますが、インジケーターはそろそろ転換を迎えそうなところには来てますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。1時間足ではここにエリオット波動をイメージしてて、その修正波はすでに終わっているのかなと思ってます。まだもう少し下げてくる余地がありますので、この緑のエリオット波動の修正波のターゲットは一旦最初はこの紫のラインですね。先ほど4時間足でもお話ししていた 159.5 ぐらい、この辺が最終ターゲットになってきますので、ここまでは下落してくる可能性もありますが、今はこの白のゾーンの下限付近、そしてこの安値、この緑のエリオット波動の支点からこの終点に引いたフィボナッチリトレースメントの今この黄色のラインですね、 38.2% の 160.685 というところがこのエリオット波動の一旦のターゲットでもありますので、今はその辺付近でどうなるかというところです。なのでここ現在地から反発する可能性もありますし、もう一段下の紫のラインで反発する可能性もありますので、今はどちらで値固めをするかなというところですね。ただ1時間足としては今はこの GMMA 見ていただいたら分かりますが、下向きになってきてますので、基本的には上がったところは売っていくというスタンスがいいと思います。ただ GMMA の上に乗せてくれば、次は4時間足の GMMA の上にも乗せてくることになりますので、そうなると今度はまた上昇していくんだろうなと思いますが、今は一旦上目線に切り替えるには GMMA を超えてくることが大切になりますので、その GMMA を超えてきて GMMA にサポートされたところからエントリーしていくという、こんな上昇の波をイメージしていくのがいいと思います。ただ現在の感じですと GMMA は下を向いておりますので、上がったところは売っていくというスタンスで、この紫のラインもしくはここですね、先ほど言ってた 157.2 ぐらいですね、この辺までというところを狙っていくのがいいのかなと。そしてこの黄色のラインをもし下抜けてくると、やはりこの安値っていうのを目指してくると思いますので、149円ぐらいまで下げてくる可能性も考えられますが、今は安値圏にありますので、週明け一旦上昇して GMMA でレジスタンスされるのを確認してからの下落を狙っていくのがいいのかなと。そして今少しずつ安値を切り下げてきてますが、この安値の切り下げの幅が少し狭くなってきているのが分かりますよね。ここからここ、ここからこことなってきてますので、だんだんこの下落も終わりに向かっているのかなという印象も受けます。まだちょっとこの段階では分からないんですけれども、終わりに向かっているのであれば、次はこの安値の切り下げが終わって、次高値を切り上げた段階での上昇トレンドに変わっていくと思いますので、その辺まで待ってエントリーしていくのがいいのかなと思ってます。長期的にはポンド円はまだ上がりそうな形をしてますので、下がったところは買われるんだろうなという、そんな印象ですので、今ショートは短期で、そしてロングは中長期的にというところでやっていければいいんじゃないかなと個人的には考えております。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んでご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。